皆さんこんにちは、チースタジオです。よろしくお願いします。今日の動画では私がなぜ高いカメラやレンズを買っているのか、その理由についてお話をしようかと思います。語弊のないようにお伝えしておくと、私は今までいろんな機材を買ってきましたが、単に高いカメラやレンズを買いたいっていうよりかは、純粋に欲しいカメラやレンズが高いというだけです。なので今日の動画は安いものが悪いとか高いものが正解みたいな話では全くありません。スマホで撮ってもいいと思いますし、エントリー機でも全然いいと思います。自分が納得して撮れているならそれが一番いいと思います。ただ私はカメラを選ぶときにここだけは妥協したくないというポイントが割と明確で、結果的に気づいたらどんどん価格帯が上がっていくというようなことが多いなと思います。今回の動画で私が一番お話ししたいのは、みんなも高い機材を買おうよっていうようなお話ではなくて、趣味にお金をかけることに少し迷いがある方、あとは買うかどうか踏ん切りがつかない方、そういう方がこういう考え方もあるんだなと、ちょっと気持ちが軽くなったらいいなというお話を私の経験ベースでできたらなと思います。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではカメラのある暮らしをちょっと素敵にをコンセプトに機材レビューや作例紹介、あとは 3D プリンターで制作したカメラアイテムなどもお届けしています。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録いただけると励みになります。まず高いカメラやレンズを買うか迷う時ってだいたい少しは悩みますよね。欲しいんだけど一旦立ち止まるみたいな感覚になることありませんか？その一回立ち止まる理由っていうのはいろんな形があると思うんですけど、よくあるのは大きく分けて3つあるのかなと思っています。1つ目はこれは贅沢なのかなというような気持ちがあることです。自分に見合ってるのかなとか、身の丈に合ってるのかなとか、ここはすごい悩みやすいところですよね。2つ目は使いこなせるかなっていうような気持ちです。高いものを買ったのにもし自分に合わなかったらどうしようとか、ちゃんと使っていけるのかなというような不安ですよね。3つ目は周りの目が気になるという気持ちです。家族とか友人にどう思われるのかなとか、誰かと比べちゃうなとか、これも自然なことですけどあると思います。ですがこういう迷いが出るのは決して悪いことではないと思っています。むしろちゃんと考えているからこそ出てくるものだと思うんですよね。ただ私の場合、迷いが長引く時はだいたい買うか買わないかっていうよりも、自分の基準がまだ言葉になっていない時が多いのかなと振り返ると思います。なので今日はカメラやレンズを買うかどうか考えている時に、私がどんな基準で選んでいるのかを経験ベースでお話ししていけたらなと思います。ぜひ皆さんが自分の基準を作るヒントになったら嬉しいです。ここで少しだけ私の仕事の話をさせてください。普段私は人の体のこととか生活に関わるような仕事をしています。その中で病気だったり怪我だったりとか障害だったり、そういう理由で昨日までできていたことが突然できなくなるという現実を割と近くで見ています。例えば歩くのが難しくなったり、指先が動きにくくなったり、視力が落ちたり、体力が落ちて趣味どころではなくなってしまったり、そういうことは特別なお話ではなくて普通に起こり得ることだと思うんですよね。病気や怪我をしなくても年を取ることで体は自然と衰えていきます。日々そういう現場にいると、自分が今できていることは決して当たり前ではないということを感じさせられる場面があったりもします。カメラで撮影するというのはもちろん室内でもできると思うんですが、元気に外を歩けて目が見えて手が使えて、その状態があってこそ楽しめる趣味でもあると思います。なので私は没頭していることや自分がやりたいと思っていること、それを叶えるために欲しいと思うものに関しては、もし今後近い将来体が動かなくなってしまったり、カメラを楽しむことができない状況になってしまった時、それを買わなかったことや体験できなかったことを後悔しないのかということを慎重に考えるようにしています。もちろん生活の優先順位は人それぞれですし、今は買えないという時期もあると思います。
なので単に今すぐ買おうって言いたいわけでもないんですが、私はそういうのを先延ばしするときはどこかでちょっともったいないなと感じてしまうことが自分の中では多いです。カメラやレンズの購入を迷われている方で、最近コメントでよくいただくのが、このレンズと迷っていますとか、この機種とどっちがいいですかというような相談です。それに対しては私は結構店頭で試してみるのが一番いいと思いますと言っています。これは写りを判断するためというのもありますが、私は別の理由が大きいです。カメラやレンズはスペック表で比較できる部分ももちろんあると思うんですけど、それだけで決められない部分がかなり多いと思うんですよね。立体感とか描写とかそういうことは店頭でちょっと試しただけでは正直分かりにくいと思います。照明も違いますし、いつもの被写体でもないし、現像もしてないですしね。でもじゃあなんで店頭で試してみるのがいいのかというと、店頭では写りの判断よりも自分の体と感覚に合うかを確かめる場所だと思っているからです。例えば持ってみたら意外と重いなとか、サイズ感がちょっと手に合わないとか、見た目が思ったより好きじゃないなとか、ファインダーを覗いた時にあまりテンションが上がらないなとか、こういったこと、そういう感覚的な部分は性能表を見ていてもわからないところだと思うんですよね。しかもカメラやレンズは1回買うとある程度長く使うことが多いと思います。毎回触るものなので、なんか微妙っていうような感覚が積み重なると結局愛着が湧かなくなることがあります。それは性能の問題というよりかは自分のテンションとの相性の問題だったりします。あと私がレンズを迷った際、店頭で必ず見るのが画角が自分にしっくりくるかどうかです。これもスペック表だけ見ていてもわからなくて、自分は 35mm が好きだと思っていたのに実際に覗いてみたら、あれ 50mm の方が自分の距離感に合ってるなーってなること普通にあると思います。なので私は店頭でお試しをした時には失敗しそうな要素を先に潰すために試すというような感じで試してみることが多いです。私が店頭でよく見ているチェックポイントを具体的に5つほどお伝えすると、1つ目は握った時に安心するかどうかです。カメラで言うとグリップの形とか指が自然に置けるかどうかとか、そういうところですね。2つ目は首から下げた時に邪魔にならないかどうかです。重さそのものだけじゃなくて重心とかぶら下げた時の存在感って結構大事だと思います。私はファッションとの相性も大事にしたいので、ここは重要度が結構高い部分ですね。そして3つ目はファインダーを覗いた時に気持ちが上がるかどうかです。全部わかるわけではないですが、これは理屈とかではなくて本当に感覚的なところだと思うんですけど、最初に覗いた時の感覚結構当たっていると思います。4つ目は触り心地です。よく触るところがストレスになる、あるいは気になったりするところがあると、取る気持ちが少しずつ削られていく気がするんですよね。そして最後、5つ目は一度手放した後にもう一度触りたくなるかどうかです。帰り道であれ良かったなって思うかどうかは結構大事だと思っています。自分がこれを長く使えるかどうかをチェックできるといいんじゃないかなと思います。そして最後に残るのはすごくシンプルなことですが、自分が一番納得できる方を選ぶということだと思います。安い方で済ませるのが正解という方もいますし、軽い方を選ぶのが正解という方、万能ズームが正解という方もいると思います。でももし他のものも触ってみた時に、こっちの方が好きだなって思ってしまうこともあると思います。そしてだいたいその感覚はやっぱり合っているなっていうふうに思うことが多いです。私が今まで買ったカメラの中で自分の撮り方が変わったなと思うものがあります。そのカメラがライカの M11D です。M11D は背面液晶がないデジタルカメラで、ご存知の方も多いと思います。冷静に考えるとだいぶ尖っていますよね。デジタルなのにその場で撮った写真を確認することができません。もちろんアプリから見ようと思えば見られるんですけど、撮影中にその場でパッと確認するっていうような感じではないです。普通だったらそんなカメラ不便じゃないと思うと思います。
私も買う前、もしかして少し不便なのかなとも思っていました。でも実際に使ってみると、これがすごく面白くて、撮った瞬間に確認ができない分、撮影中に意識が向く先が確認ではなくて撮ることになるんですよね。悩んで確認して撮り直してっていうような流れではなくて、今この瞬間いいなと思ったから撮る、そして次に行くみたいな繰り返しになります。レンジファインダーで実際の景色を見ながら撮れるというところも好きですし、ライカのカメラ自体のルックもすごく好きです。ピントの調整も自分次第で、撮っている感覚っていうのが強いところも私にとっては合っているなと思っています。この M11D は一昨年パリで買ったものになります。当時日本だと本当に出回ってなくて、欲しいと思っても普通に買える状況じゃなかったんですよね。なので私はパリに行く前にパリのライカストアにメールをして、在庫が入ったら連絡をしてもらえるようにお願いをしていました。でそこからなかなか返信がなくて、これが今でも忘れられないんですけど、フランスに着いて空港の入国審査の列に並んでいる時にライカストアから入荷しましたっていうメールが届いたんですよね。その瞬間は嬉しさももちろんあったんですけど、同時にこれ本当に買ってもいいのかなっていう不安も同じくらいありました。金額だけ見たら普通に高いですし、旅先でその場で決断するにはまあまあ勇気がいる金額でした。でも私の中で一つ強い思いとしてあったのが、これを見送ったら絶対に後で引きずるなというような気持ちでした。というのもライカは気軽にどこかで借りて試すみたいなことが難しいカメラだと思っています。使ってみたくても使う方法がないことが多いんですよね。なのでこのカメラは試して判断するっていうよりかは、買って自分の生活に入れてみないとわからないなっていうタイプの買い物でした。それに私はすでにライカの M モノクロームのタイプ246を持っていました。これはモノクロでしか撮れないカメラなんですけど、そこにつけていたズミクロンの 50mm が気に入っていてずっと使っていました。同じ M 型でもこのズミクロンのレンズでカラーで撮ったらどうなるんだろうっていう興味がずっとあったんですよね。モノクロでも気持ちのいい写りをするレンズなんですけど、それがカラーになった時に一体どんな色が出るんだろうとか、自分はそこに何を感じるんだろうっていうことがずっと気になっていました。正直 M11D は欲しかったけど、買うかどうかは割と迷っていました。でも迷いながらでも買った結果、これは本当に良かったです。このカメラを持っているうちは多分私はカラーの M 型が欲しいと思うことはもうないと思います。それくらい納得しています。そしてこのカメラは私にとって写りがいいっていうだけではなくて、写真との向き合い方そのものを変えてくれたカメラでした。便利さだけが正義じゃないんだなっていうこともここで初めて実感できたなと思います。そしてもう一つ私が妥協しない選び方をするようになった背景には祖父の影響もあると思っています。祖父がすごくカメラが好きで、小さい頃からカメラの話を聞くことが多かったんですけど、その中で今でも覚えている言葉があります。それが最高峰を知るのが大事だよという言葉です。これはもちろん高いものを買えという意味ではないと思いますし、カメラの話だけでもないと思うんですけど、私なりの今の言葉にすると、最高峰というのはそのメーカーさんが持っている技術を全部入れて本気で作っているものだと思います。そこで何がいいのかとか、どこが違うのかとか、そういうことを知れると自分が何を大事にしたいのかが分かってくる気がします。例えば解像感とかボケだけじゃなくて、ファインダーの見え方だったり、シャッターの感触だったり、持った時のバランスだったり、撮っている時の気持ちよさだったり、そういう部分が自分にとって意外と大事なんだなって気づくことがあります。そしてそれが分かると逆に無駄な買い物が減ります。全部が欲しいではなくて、私はここが好きだからここを満たすものを選ぶっていうような考え方に自然となっていくと思うんですよね。なので私は最高峰を知るということは贅沢のためというよりかは、自分の好みを知るための基準点みたいなものだと思っています。ということでここまでお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか。
もう一度まとめると、私はただ高いものを買いたいというわけではなくて、自分が妥協したくないポイントに納得した結果として価格帯が上がることがあるというような感じです。そして悩んでいる時ほど買う買わないよりも前に、自分の基準を言葉にしてみると納得することが多いなと思っています。店頭で写りの比較ができることもいいと思いますが、それよりは自分の体と感覚に合うかどうかを確認するためにやると判断がしやすいのかなと思います。そして試してみて、もしこっちが好きだなという感覚が出たなら、それは結構当たっていることが多いです。カメラやレンズは長く触るものなので、相性はやっぱり大事だなと思います。最後に、皆さんはカメラやレンズを選ぶときに、ここだけは妥協したくないというポイントはありますでしょうか？ぜひコメントで教えていただけますと嬉しいです。コメントいつも楽しみにしています。それでは今日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録いただけると嬉しいです。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひ登録いただけると励みになります。それから写真やものづくりに関する情報は SNS でも随時発信していますので、よろしければフォローしていただけると嬉しいです。今後も写真や制作の裏側などをシェアしていきますので、ぜひチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。I woke up in the